こんにちは、みどちゃれ TV のあいです。今日は東京お台場エリアにある有明ガーデンにやってきました。ここはホテルや天然温泉、ショッピングモール、レストランなどが揃った大型複合施設で一日中楽しめる人気スポットです。今日はホテルに宿泊しながら有明ガーデンをゆっくり満喫していきます。それでは本日のぼっち旅、スターティン。今日はお台場エリアに来ています。この近くのホテルを予約しているんですけれども、有明ガーデンを見たことがないので、まずチェックインの前にフラッとしてみたいと思います。それでは早速ショッピングモールの方に足を運んでいきたいと思います。ここはおよそ200店舗のショップやレストラン、スーパーが入っているそうです。さすがに200店舗すべてを見ることはできないと思うんですが、ざーっと雰囲気だけチェックしようかななんて思ってやってきました。まず1階はフードコートが目立ってました。軽食をここで食べることができますが、上の方にはレストランもたくさんありますよ。建物の中は本当に広々としていて、東京であることを忘れてしまうくらいでした。エスカレーターで一つ上のフロアに上がってきました。雑貨屋さんとかファッションのフロアですね。今3階でした。いつの間にか3階、2階に上がったつもりが3階だったってことは、最初が2階からのスタートだったのね。4階です。はい、左にタリーズ、右に手芸屋さんです。で、楽天ショップがあります。最近増えてきた駄菓子ショップ、お子さん向けのフロアですね。はい、楽器店、音楽教室もあります。今時刻は4時23分です。なんか喉乾いてきちゃったな。おー、素敵。はい、レストランのフロアですね。はい、レストランフロアは屋上のような感じで、テラスがたくさんありました。劇団四季がそこでやっていますね。これはピザ屋さんですね。私の好きなサンマルクやレストランもあります。はい、牛タンの利休さん、ティーカートもできます。なんだか健康的な定食のお店。意外とリーズナブル。ということで、喉が渇いてしまったので、こちらのお店に入ることにしました。ビップガーデンテラス有明ガーデン店さんです。この日はとっても暑い日だったんですが、どうしてもテラスでビールが飲みたくって、テラスを希望しました。そしたら誰もいなかった。暑いからみんな避けてたんだと思います。はい、せっかくなんでちょっとだけテラスで一杯飲もうと思います。テラスはこの何店舗かあって、それぞれの店舗であるんだけど、テラス席が誰一人いないんです。暑いからだと思うんだけど出てみるとそんなに暑くないので、ラッキーです。今ちょうど4時半とか5時前だから涼しくなってきてるからかもしれないですね。水が涼しげです。ある意味ビアガーデン、こんな感じです。穴子、これはミルクとマンゴーのアイスみたいです。では今日もお疲れ生です。そしてじゃん、ビールとアイス、初めて食べる味。溶けちゃうから先に食べちゃいます。美味しい。
後から調べて分かったんだけど、このお店はインド料理とタイ料理を同時に楽しめるお店で、このテラス席とか開放的な空間が人気で、食べログ評価もねすごい高いお店でした。噴水のミニ噴水のマイナスイオンを感じることもできますし、居心地いいです。なんかね、すごい水の音がすごい癒される。もうちょっと長くいたくなっちゃったな。いようかな。2杯目はシンハー生ビール。注文。シンハーです。お疲れ様です。ちょっとね、朝日かな、さっきの。ちょっと違う。軽いのかな、こっちの方が、味わいが。飲みやすいです。ここからがさらに気持ちいい時間になっていくので、長居したいですけれども、そろそろチェックインをしていこうと思います。良い場所見つけちゃったね。はい、お待たせいたしました。やっとホテルに到着です。本日の宿泊先は、ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明さんです。客室数は700室以上もある大型ホテルですね。で、ここがアメニティコーナーなんですけれども、5時過ぎで結構ね、混雑してました。後ほどいただくことにします。では早速私のお部屋に向かうわけでございますが、今日の私のお城はこちらでございます。812号室。では、オープン。はい、お部屋に到着しました。では、ルームツアーです。はい、お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。一番お安い部屋だよ。眺望がないということで、ちょっと変わった作りですよね。まずここから見ていこうかな。ちょっと暗いんで電気つけようか。あれ電気ここでした。よいしょ。ちょっとお手洗い見ていきましょう。はい、洗面台がこんな感じで、お手洗いがありまして、でね、浴槽はないんですけど、シャワールームがついています。リファではないですけど、結構ちゃんとしてそう。あとヘッドシャワーもあります。で、眺望がないお部屋なんですけれども、はい、こんな感じで、外のね、明るさを感じることはできます。はい。本来窓があったら窓際から見たお部屋はこんな感じです。コンパクトですけど、すっごくおしゃれです。ベッドむちゃくちゃ広いね、クイーンサイズですね。ソファーもゆったりとしています。でもなんか意外と広いかもしれない。狭くないですね。で、ベッドの足元にはテレビとかこういったお洋服をかけるコーナーがあって、スリッパ類があります。はい、冷蔵庫はね、コンパクトなのかな？ちょっと開けてみようかな。はい、冷蔵庫コンパクトですけど、一泊なら十分な、量が入りそうです。はい、マグカップとグラスもなんかいい感じね、おしゃれですね。ミラーでは、お水は2本あります。そして電気ケトル。はい、ルームウェアはこんな感じで、結構おしゃれな感じですね。足元に、こうね、お名前もついてます。以上、ルームツアーでした。ルームツアーが終わりまして、今ね、一旦お着替えをしました。ルームウェアに。ビールをね、飲んだので、ほんわか、ちょっとだけ眠くなってしまったので、ちょっとゴロンとしようかなって思っています。でね、お隣のお風呂はね、宿泊者は2300円で明日のチェックアウトまで利用することができます。そこでご飯食べようかななんて思ったりとかしてます。ね、行こうかなと思うんですけど、ちょっと、よいしょ。ちょっと寝ちゃいます。はい、ということで、ちょっとだけ30分だけ仮眠しようと思います。トゥ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 バナナ運動、トゥ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 バナナ運動。なんか急に浮かんだこの歌が。なんで急に浮かんだのかわかんないけど。ちょっと仮眠します。はい、起きました。30分ぐらい、でも1時間ぐらいかな、ゴロゴロしてまして、これからお風呂に行きたいと思います。そしてね、お風呂まではね、館内着とスリッパで OK ということなんですが、一応着替えました。スパやモールには宿泊者専用通路があるので、外に出ないで向かうことができます。ホテル側からだと6階、モール側からだと5階からつながっています。めっちゃワクワクする。ワクワク。
はい、ここから男女が分かれています。はい、フロアガイドはこんな感じですね。そう、なんかね、女性専用のマーメイドリビングが気になったので、ちょっと行ってみることにしました。タオルはこちらでお借りすることができます。はい、マーメイドリビングにどんな感じと思って、お風呂に入る前にね、寄ってみました。すごい綺麗でしょ？そしたらね、こんな感じで、まさにマーメイドって感じの色合いですね。おしゃれ。快適な空間でした。お友達と来てね、ここでおしゃべりなんかしたら楽しいかもしれないね。奥の方にはこんなお姫様ベッドみたいなコーナーもありました。こういう空間、女子はね、弱いよね。はい、とりあえずね、ゴロンしてみることにしました。ゴロン。はい、お風呂上がりは有明キッチンということで、一箇所だけレストランがあるので、ここでも一杯飲みたくなり寄ってみました。こんな感じの空間ですね。はい、おつまみとかお食事もいろいろあるんですけれども、なんかね、食べたいなって思ったのがこの日はちょっとなかったんですよね。だからとりあえず、おつまみ、ビールと枝豆だけを注文することにしました。はい、風呂上がりのビールはうまいです。そして枝豆結構量が多いですね。で、私の目の前に小さいお子さん連れのご夫婦、ファミリーがいらっしゃってて、私はその幸せな家族を眺めながら孤独に飲むっていうね、もう気持ちは武士のようなちょっと意味わかんないですね。はい。このエリアはですね、結構ファミリー連れが多いので、より孤独感をね、感じました。はい。一人は慣れてるんですけども、でこのグラスが結構大きいです。飲み応えがありました。そしてこの日はお昼を食べてなかったので、夕食はちゃんとした食事も取りたかったのね。で、メニューを見るとカジュアルなお料理が多かったので、せっかくね、レストラン街がすぐ近くにあるから、そっちに足を運んでみることにしました。はい。お風呂場を出るともうこのレストラン街の入り口にたどり着きます。はい、ということで、お風呂場からもう数秒でレストラン街に到着しました。はい、祝日の夜、8時半、もう9時ぐらいかな。はい、だいぶ空いてますね。ここは多分ね、日中の方が混雑していると思います。じゃあ、どこ行こうかな。はい、ということで、昼間通って久々にね、サンマルクさんがどうしても食べたくなったので、こちらに入ることにしました。いい感じのお席に案内いただきました。ボックス席。パンが食べたくなりました。これ。魚かチキンか迷っています。サンマルクといえば、パン食べ放題。この時間はもうね、焼きたてパンが終了していて、残っているものをいただく形になります。はい、ということでサラダが到着しました。パンはね、温めてくれるということで、好きなのを取って、シェフにお渡ししました。ハイボールがなかったので、白ワイン。じゃあ今日もお疲れワイン。ちなみにバターとかね、購入しないといけなくって、マーガリンを購入しました。マーガリン50円。本当は健康のためにはホットバターの方がいいんですけど、ちょっと200円高いかなと思って。パンです。いただきます。サンマルクさんはベーカリーレストランが昔ね、実家の近くにあったのね。結構大きいレストラン。今もうないんだけど、よく母と行きました。大好きなお店です。そしてサンマルクのパンですけど、よもぎパン。ちょっと焦げてますけど。なんかね、正直レポしていいですか？なんか、焼きたてじゃないからか、パサパサしてました。これ正直な意見。ランチでさ、新宿でサンマルクさん行くとむちゃくちゃ美味しいのよ、パンが。あれなんか同じ会社かなっていうぐらい、ごめんなさい、パサパサしてました。麺が来ました。下ビラメです。めっちゃ綺麗。
はい、結局お魚料理をチョイスしました。伊勢海老のソースが美味しそうだなと思って、パンにもね、つけられるし、いいチョイスだったんじゃないでしょうか。今切っているのはエビです。なんかフライになってますね。で、このね、ソースが、はい、まとわりついていて、すごく美味しいの。まとわりついていてって表現がちょっと変なんですけど、グッドですね。パンをね、つけてみようかなって思います。これ何のパンかな？チーズだったかな？こうね、つけて食べると、はい、乾いたパンも美味しくなります。ごめんなさい、本当に正直感想でございます。でもね、この後食べるクロワッサンはね、すごい美味しかった。エビ。もはや海の主役たちのオンパレードですね。ワインも進みます。パンも進みます。そして、じゃん！勝手にエビカツサンド、野菜と、なんかエビがあったので挟んでみました。もちろんサンド美味しい。まあ一つはそのまま食べてよし、二つ目はスープにつけてよし、三つ目はサンドイッチにして食べてサンド美味しいってことでした。久しぶりのサンマルクは食べたいメニューがたくさんあったので、また行きたいお店の一つとなりました。美味しい時間をゆっくりと過ごすことができました。はい、ホテルに戻ってきました。チェックインの時にアメニティがね、混雑していて取れなかったので、はい、取りに来ました。こんな感じ？はーい、コンビニに寄って帰ってきました。そして、じゃん！サンマルクさんで帰りにパンをいただきました。なんかね、ラストオーダーが、ラストオーダー、パンのラストが9時半で回収ってことで、9時にお店入ったのね。で、まあ十分に取れなかっただろうということもあったのか、くれました。なんかむっちゃ嬉しくって、めっちゃ嬉しいっていう反応したら、ちょっと笑ってました、店員さんが。このパンをもらえたことが嬉しいっていうのももちろんあるんだけど、こういう心配りとか優しさが嬉しいよね。はい、コンビニでハイボールを買ってきました。開けます。では、今日もお疲れ、はい。はあ、うまいんだけど、今日昼間日差しを浴びながらビールを飲み、で、お風呂から上がってビールを飲み、そしてレストランに移動してワインを飲みということで、結構ね、急にね、ちょっとこの辺が痛くなってきた。お疲れモードなんだと思いまして、今宵はこれをね、ちょっと飲んだら、サクッとお休みしたいと思いますっていうのももうね、なんだかんだ22時40分なのでね。はい。そうなんです。で、ご飯をね、夕飯もそうなんだけど、朝ごはんもつけてないプランなのね、すごい破格のプランなので、明日の朝ごはんは、ついてません。だから本当これを食べればいいのかもしれないけど、夜散々食べたので、一旦これはね、明日持ち帰って家でね、一回冷凍して、また別の日の朝ごはんに食べたいと思います。はい。久々にはしゃぎまして、テンションが上がりまして、ハイボールを飲んだら急にぐっと眠くなってきました。今日はこのままお休みしたいと思います。じゃあ、おやすみマンボ？ウーバールーバー。懐かしいでしょ？いや、そんなアホなことは。じゃあ、また明日、おやすみなさい。おはようございます。朝です。時刻は6時ちょっと過ぎぐらいかな。ちなみに、シースルーのこの壁は、これで暖光カーテンを敷くことができます。お天気はどうかな？わずかな、この窓から。雨は降ってないですね。チェックアウトまでスパは利用できますので向かいます。よいしょ。
製氷機と電子レンジもあります。6階に降りてて渡れるお金。ちなみに戻るときはカードキーをここに当てます。これがちなみにお金キーにもなります。昨日は人がいっぱいいて撮影できなかったんですが、はい、こんなスペースもあります。はい、いろんなね、本も置いてあって、とてもおしゃれな感じですね。そして24時間営業ということで、リラックススペースでね、寝ている人もいらっしゃいました。寝泊まりもできます。はい、この日は平日の朝だったので、もう人はあまりいませんでした。ちなみにスパのレストランはお昼からの営業なので、朝はクローズしています。朝食食べれたら嬉しかったな。お風呂から戻りまして、コーヒーを入れています。爽やかな朝ですね。はい、改めましておはようございます。お風呂から戻ってきまして、今日は朝食をコンビニ飯にしたいと思います。レストランもね、素敵なのがあるんですけども、それをつけると一気に高くなってしまいますので、今日はコンビニです。そして、なんかね、サラダね、なんかちょっと今日気分じゃなかったので、せめて気休めで、はい、野菜ジュースを飲みたいと思います。なんか食べたい感じのサラダがちょっとなくって、いただきます。まあ一説にはね、ジュースだと意味ないっていう説もあるけど、まあ一応なんか気休めで栄養素も良さそうなので。そしてせっかく入れたので、コーヒーを今日お目沢ありません。買い忘れました。昨日さ、有明ガーデンでいっぱいね、スイーツ売ってたのに、なんかビールに夢中になっちゃって、買い忘れました。ここさ、レストラン以外、ホテルのレストラン以外に朝食食べれるところがね、早い時間はね、タリーズぐらいかな。あとはちょっと離れて歩いたりとかしないといけないので、で、目の前がコンビニなのね。で、コンビニも意外と、この建物自体が広すぎて、この建物から出るのに時間がかかるという。だから昨日の夜のうちに買っておきました。はい、ということで、買ってきたもの、野菜ジュースでしょ？ゆで卵、そして、はい、じゃん、ローソンさんオリジナルかな？これは。ツナのしそ、国産もち麦のツナしそです。さあ、改めまして、ちょっとゆで卵からいただきます。タンパク質を、良質なタンパク質をゆで卵でまず取ります。ゆで卵、いただきます。これ初めてだな、なんか、ローソンさんの。たくあんツナしそ国産麦もちおにぎり。いただきます。めっちゃ美味しい。朝食もね、紹介できればよかったかもしれないんだけど、そうするとね、プラス3500円とか割高になっちゃって、朝そんな食べられないなと思ったので、実際コンビニ利用する方も割と多いんじゃないかなと思って、はい、今回はね、コンビニにしました。まもなくチェックアウト、今回をまとめていきたいと思います。まず気になる詳しいお値段がこちら。一泊食事なしの料金です。まずね、一番このホテルの中でも格安なリーズナブルなお部屋をチョイスしたんですけれども、景観が眺望がないっていうイメージで来たものの、割とね、このように光も入るお部屋で快適でございました。思ったよりもね、正方形に近いお部屋なのかな、広々と、はい、使うことができました。でこのお部屋はお一人様はもちろんなんですけれども、ナイトウェアが2つあったので、お二人でも泊まれるお部屋だと思うんですね。で、二人だったらちょっと気になるのが、やっぱりこのシースルー、バスルームもトイレも全部シースルーになっていて、外側からカーテンがね、かけられる形にはなってるんですが、よほど家族みたいな関係の人とじゃないと、ちょっと気になるかなっていうところはあるので、私はこれはもうお一人様で泊まるにはすごくいいお部屋だなって思いました。もうおしゃれ感はあるんだけどね。
はい。そして、そうですね、有明の商業施設、今ちょっと抜けちゃったんですけど、お隣の商業施設とか楽しめるスポットもたくさんありますし、ご飯にはまあ困らないかなっていうところはあります。朝食に関してはコンビニは嫌だよっていう方に関してはやっぱりホテルの朝食をつけるしか、またはタリーズしかないんですけれども、まあ夕食はね困らないかなって思います。はい、そしてお風呂に関してはここに書いてあるんですけれども、宿泊者は2300円で利用することができます。でこれに関してはね、高いか安いかっていうと、まあ高くはない。安くもないけど、ただまあ夜も入れるし、翌朝まで何回入ることもできるので、そういう点ではすごくね、プラスしてつけてよかったなと思います。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタン、チャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミドチャレ TV の愛でした。